皆さんこんにちは、シンガーソングライターのすです。サブ映画の道ってことでね、やってるわけなんですけど、まあまあ今壁を感じてましてですね、コーチにデータをね持ってきてって言われたんで、今日いろいろ到着してですね、データを取っていきたいと思いますので、自分のね中身を可視化していきたいと思っております。今日は調子は悪くありません。はい、ということで本日はファーウェイの GT ランナーをつけて走って自分の走りのデータをねチェックしていきたいと思います。この時計をつけて走ると分かることたくさんあるんですけど、自分の走りの能力指数、ランニング能力指数っていうのが出てくるんですけど、それをもとに AI ランニングコーチがメニューやトレーニング内容を組んでくれるんですね。そしてすごいのは疲労感や回復時間も考慮してトレーニングの提案をしてくれるので、オーバーワークだったり怪我の防止にも役立ちます。なかなかね自分でメニューを組み立てるって難しいかなと思うんですけど、こういったデータや機能を使って自分のランニング能力をね上げていくのも面白いんじゃないかなと思います。何なんだろう、なんか体呼吸じゃなくて頭のリミットなんですよね。最後はなんならもう時計を全く見ない方が良かったのかもしれない。自分でやっぱり4分5ぐらいまで来ると早い呼吸が上がる、なんか上がっちゃうっていう感覚があったので、今後の課題なんですけど、良くなってます。めちゃくちゃ途中とかね、なんかすごい調子いい時の走り方をなんか思い出せました。仙骨からグッといくっていうのができたんで、なんて今調子良かったから、まあ良かったです。でもギアを1個上げたい。もうほんとそれだけ。課題はそんな感じでした。あとは三塚コーチにチェックしていただきたいと思います。データ取ってまいりました。お疲れ様でした。12キロビ頑張ってきましたルドアップ、はい、頑張ってきました。ちょっとじゃあ見させていただきますね。はい。ペースが最初4分52くらいから、はい。そこからどんどん上がって最後4分までのビルドアップ走はい。で、ちょっと僕いつも心拍数よく見るんですけど、心拍数143から上がって最後は181、はい。で、ね、かなり結構きつかったですか？普段最大が110ぐらいぐらいしか見たことないかな。だいたい心拍数の、90% ぐらい最大の、180ぐらいまでいけばかなりいいトレーニングができてるなっていうところで、最後の方はかなりいい心拍数でトレーニングできてると思います。で、なんかいかにこうトレーニングでいかに高い心拍数で維持してるかっていうのは結構重要なポイントで、なんで言うと、それを逆に言うと楽に高い心拍数を稼げれば一番お得なんですよね。楽に高い心拍、確かにそうだよね。でこうビルドアップとかだとそこの最後心拍数高い心拍数が持っていきやすいので、まあ今日そのポイント練習というがっつりした練習というよりかはこうつなぎの、まあ一日としてこれだけの負荷がかけれてるっていうのはかなり良かったんじゃないかなと思います。そうですね、心拍数ここ181まで最後いっているので、ここはかなりいいかなと思います。感覚的にもそんな限界というところまでじゃない、限界ではないんだけど、もうちょっと上げようと思ったけど、なんか上がんなかったって感じ。なんかそこの辺はやっぱり体の動かし方とか、まあフォームをこれから今の課題でもあると思うので、まあ直していきたいなと思います。でちょっともっといろんなデータを見させていただきますね。これは全体のデータですね。トータル12キロビルドアップで平均が4分20秒ペース。ここ見ましょう。平均系列194、ピッチですね。ピッチが1分間に194、で平均歩幅ストライドが118センチっていうことで、これおそらくかなりピッチが速くて、歩幅が狭い、ストライドが短い、ちょこちょこ走り、はい、もう多分普段から自覚もあると思うんですけど、ちょこ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 、なんでしっかりその一歩がしっかり進まない、でその分ピッチでごまかしてる、補ってるっていうのが、まあこの数値にもしっかり出ているのかなと思います。でなんかここでこうあるあるの結構ミスなんですけど、ストライド短い、じゃあストライド伸ばさなきゃと思って伸ばしに行くじゃないですか。でもそうするとやっぱりもうオーバーストライドってよく言われるんですけど、もうエネルギーロスが大きかったり、逆に伸ばしに行こうとしてもう無理やり力をギュンギュン使っちゃう、それだったら本末転倒じゃないですか。なのでここで歩幅を無理やり増やそうとするんじゃなくて、このストライドを伸ばすために何が必要かっていうので、まずはフォームですね。綺麗なフォームで身につけることと、あと筋力がないとしっかり地面を押せないので筋力をつけることなんですけど、それやることといえばこれまでやってきたような、動画でいろいろやってきたバウンディングとかだったり、ちょっとした動き作りもも上げとか、あとラウンジとか、多分ああいったものは全部ここにつながってるんですよ、フォームと筋トレに。なのでここをやっていくことで自然にこの歩幅が伸びてくれば、
そういうトレーニング効果が出てるっていうことなので、まあそこはこういう指標を見ながら効果を実感できるといいかなと思います、でかつ今回ちょっとビルドアップなので、まあ、言うならちょっと比較がしづらいんですよ、でこのペースによってやっぱ歩幅とストライド変わってくるので、逆に言うと同じペースで取っておいてほしい指標ではありますね、で意外と歩幅とピッチっていうのは関係がちゃんとあって、同じペースで走ってて同じピッチが上がると歩幅は絶対下がるんですよ、同じペースで走ってる人、なのでその関係を頭に入れながら、例えばじゃあ歩幅を伸ばすってことはピッチを落とすことになる、で逆に言うとピッチを上げたい場合は歩幅をちょっと狭めれば適正なピッチに近づく、スイさんの場合逆なので、しっかりストライドを広げていかなきゃいけないのでこっちにフォーカスするっていうといいと思います、なので逆に伸びすぎちゃう人はピッチを逆に1個早めたり歩幅をピッチを上げるためにストライドを狭めると意外と動きが変わったりするので、まあ、そのデータはもちろん大事なんですけど、データをこうどう使っていくかというところをやっぱり、活用する本人もこうやって知っておくとかなりいいかなと思います。でもっとじゃあ詳しく、こっちは靴のデータ、シューズのデータ、でもっと詳しく見れるということでこっちも見ていきましょうか。ここ出てますね。平均設置時間が297、これ普通って出てますね、であと滞空時間が平均未満、未満ってことは、あれですね、受けてない全然蹴れてない、一応この設置時間は普通って多分出てるんですけど、こっちの画面で見ると、そのトップアスリートの設置時間200ミリセックなので297は一応普通っていう評価はされてるんですけど、まあ設置時間が逆に長いっていうところで、設置は早いのに設置は長い、最悪やんペタペタ走ってるからじゃあこういうことだよね。なんで全然受けてないんですぐついてる、進んでないんですよ、これが多分ストライドが出てない原因にもなってるのかなっていう。だから設置時間はまあできるだけ、人にもよるんですけど、基本的には短い方がいいとされてて、短い間にいかに力強いこう力を発揮するかっていう SSC サイクルっていうちょっと難しいのあれですけど、それを極めることが大事なんですけど、ここにも書いてあるので、スキップやジャンプスクワットなど足の筋肉の弾力性を高める練習、設置時間を変えてるけど、これが多分SSC サイクルっていう、ショートストレングスサイクルっていうのがあるんですけど、これを鍛えなきゃいけなくて、そういうのがこの前言ったバウンディングとかジャンプの練習っていうので鍛わるっていうので、じゃあ僕がさっき言ったようなやつをやっぱやりましょうっていうところで出ています、あと縄跳びってどうなんですか？縄跳びめっちゃいいですよ。いいですか？それもその同じそういう筋のこの弾力性を高めるトレーニングなので、そういうバネを使う短い時間で一瞬で力を加えるっていう練習をすると、その短い設置時間で力をうまく発揮できるので、ストライドは伸びやすくなるかなと思います。なので今回ここにも言われてるし、僕もさっきも見て言ったんですけど、そういった今までやった動き作りをやっぱりもっと入念に丁寧にしっかり効果に出していきたいなと思います。ですね、こっちも書いてありますね。縄跳びやスクワットジャンプ。もう書いてあった。縄跳びはさ好きだから、スクワットはさやっぱめんどくさいなってやるんだけど、やりますけど、だから縄跳びはなんか好きなのよ。好きで、それこそじゃあちょっと二重跳びにしたりとか、1回でもっと高くトンと跳ぶ練習ができるといいかなと思います。ただダラダラ1回じゃなくて、なんかちょっと力を使うような、もちろん楽にやるんですけど、その中でちょっと高めに飛ぶ練習ができると使えるかと思います。30跳びするぐらいの勢いで。もう30跳びいけますか？できない。できないんかい。でも20跳びとかやっていけると、ここは改善できると思います。他もいきますね。これ滞空時間高いんですね。ってことはペタペタいってのに滞空してる時間長いって歩幅が出てない、上に飛んでる、なんか相当最悪長い。じゃあ伸びしろです。伸びしろしかないっていうところで、ここはしっかり前に飛ばないといけないので、こっち水平方向ですね。上に飛んじゃうとやっぱりもうロスなので、その時点でできるだけ水平に進まないといけないので、やっぱ股関節の伸展をうまく、いつも言ってる股関節の伸展を
が、逆に言うと使えてない、膝関節だったり足首を使ってるんで上に飛んじゃっているので、このランジジャンプってありますね、縄跳びなので設置を改善していき三塚ましょう。君に言われてることばっかりやん、そうでもうそのまま言われてますね。そのまま言われてる、なんでもう普段からの課題はもう、一致っていうところと、やっぱこうやってなんかデータで言われると余計、やっぱやんなきゃここかっていうのが実感できると思うので、こう自分の主観の感覚だったり人から言われたことプラスこういうエビデンスのあるものっていうのをやっぱでこうなんていうか自信を持って活動できると思うので、こういうデータも見て言われているので、活用してトレーニングできたらと思います。で最後これですね、ここランニングフォーム外返し結構外側からつくのは12度ということで、これは平常ですね、でも結構皆さんこう足って結構外側から全員ついてると思うんですよ、でも逆にこういうデータを見ると、外からついてる内側からつかなきゃってゼロを目指す人が結構増えちゃうんですが、外からつくのはしょうがないことなので、逆にこれをゼロに近づけようとして内側からつけちゃうと、その分足首を曲げるってことは膝が逆に内旋して膝に負担がかかっちゃうんですよ。ちょっと手でやって分かりにくいかもしれないですけど、なのでこのデータだけ見てゼロにしなきゃっていうのはまたそれもナンセンスで、自然なある程度の角度があるので、これだから母子球についてまっすぐつけましょうってすると多分膝を痛めますなので膝を痛める可能性が高い、一番ぴったりです、膝を痛める可能性が高いので、それは普通にこのまま、そこまで意識しすぎず、この足首の動きは足首でこう変えるんじゃなくて、こうお尻の筋肉とかを締めると膝が一回やったじゃないですか、お尻に力を入れると膝が外側に向くっていう、なのでそれと同様で足首を変えなきゃいけないんですけど、足首で意識するんじゃなくて、そういう股関節の中心部分でしっかり適切な位置に置く、っていう風に意識してほしいので、ここはちょっとデータだけ見すぎずに、ちゃんとここを直すためにどうするかっていう、ただもうその通りにやるんじゃなくて、ちょっとこう考えながらやってもらえるといいかなと思います。っていうところですかね。スイング角度も辺は大事ですかっていうところで、話したい部分はこのようなところかなと思うので、課題は今回明確に、いつも言われてる、いつも言われてることをまたデータでも言われたので、このまま引き続き動き作り、これまでやった動画でやった動き作りを継続することと、筋トレとそういうちょっとそういうインターバルトレーニングはもうしっかりマストで行いながら、マラソンに向けて準備をしていきましょう。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日は三塚コーチにご指導いただきました点を踏まえて、走っていきたいと思います。今日はねジョグですね、ジョグですね4分50ぐらいでね、ちょっと早めのジョグって感じでねやっていきたいと思っています。股関節の進展がねちょっと少なかったとか、そういったところを気をつけたりとか、あとはピッチがねちょこちょこちょこってなっちゃって、でさらには浮いてるのに真上に浮いてるみたいなね、時間が長かった、滞空時間長いのにピッチが速いっていうね、あんまりよろしくない点とかですね、そういったことを踏まえてですねしっかりやっていきたいと思います。ということで、しっかり反発もらえるように、縄跳びのような動きしていきたいと思いますけど、縄跳びこうではなくてね、二重跳びのような動き、このイメージで走ろうと思ったら寒くてちょっと半袖着替えたんですけど、三塚コーチのアドバイスをもとに再度走ったんですが、当たり前なんですけどそんな簡単にはちょっと改善しないですね。ダメなところはちょっと出ちゃったんですけど、データは嘘つかないね。自分では良くなったつもりだったんですけど、ちょっと難しいですね。データって見出すとね、どんどん楽しくなってくるんですよね。ぜひ皆さんもこういったアイテムを味方につけて、怪我なく楽しくランニング楽しんでいきましょう。それではまたうたらんチャンネルで会いましょう。またね。